皆さんこんにちは。花盛りの君たちへ、芦屋瑞希役山根彩です。皆さんこんにちは、佐野泉役八代拓です。皆さんこんにちは、中津修一役戸谷菊之助です。テレビアニメ花盛りの君たちへ第2クールがついに始まりました。やったーやったやったはい、第2クールの第1話のアフレコがはい先ほど終わったわけなんですけれども、お疲れ様でしたアフレコの感想や本編の見どころをアフレコアフタートークとしてお届けしております。はい、1期のラストと同じメンバー、そうですねおなじみの3人で三人でお届けしたいと思います。よろしくお二人ともよろしくおお願いし願いしま。ますよろしくお願いします。さあ、ちょっと間が空きまして、そうですね、はい、もう夏にええなるというところでございますが、ええはい、はい、なんか前回が文化祭そうですね。が終わってってところで、うんその収録的にうん、ははい、そのいや続いてはいるじゃないですか、我々。そうなんですよ収録自体は。はい、毎週続いています。だけどそのどうした豊君どうしたなんか驚いてるけど。伝わんないのよそれ。それさ、変顔しちゃいけないそうなんだ映像ないから伝わんないんだよ。そうなんですよね、はい続いてるんですよ。すごい人いたから、はい文化祭の収録もう過去最多ぐらいに。このスタジオで初めて椅子がそうそうそう、出て1話も多かったですけど、はいそうだ、でなんかこう第2クールの1話の今日の収録終えて、はい、なんかすごいまたこうちょっと人数が人数が減りましそうたね。ですね。なんかよりそのクキャラクター同士の関係性みたいなところが、ラスメントにちょっと進みそうというかそうそう動き始めました。また楽しかったです。なんか中津夏が中津で中津ですよ。ちょいやっとだいぶこううんなんて言うんだろう、より内面が深掘りされてそうきなんでましたね。すよ。まあこまりちゃんというね新たなはいうん登場人物が出てきて、うんその影響もあり、はい水木への気持ち、がね、どないやねんっどないやねんてですよ。いうところですよ。七変化ね七変化オーラがオーラの七変化とんでもないことになっていました。もうあそこ、まあ、こっからがね、うん結構見どころいっぱいありますからはい、ね。私俺変やねんのとこ。あどうすんの。ー、どうするのどうしましょう。でもこまりちゃんめっちゃ可愛いんですよね。めっちゃ可愛かっめちゃくちゃ可た。愛いし、俺のどこが好きなんって言ったら、ね全部って言っ優勝。た言うじゃん。あ、全員今ガッツポーズしてます。なぜか。なんで。あれでいや落ちない人はいない。いや確かに可愛い。ところがどっこい。あ、中津は落ちない。あ、ちょっと小声で言ってもらっていいですか。中津は落ちないかもしれないというね。かもしれない。落ちるよ。落ちない。いや落ちるね。変やね。いやこのトークが今変やね。す変ごいなことになってる。すごい変なことになってる。いやそうなってますけど。いやでも可愛かった。うん二人とも可愛かったな。はいうんあとやっぱ佐野がめちゃくちゃなんかどうしたのかってぐらい可愛くないですか。いやだから文化祭を経めちゃくちゃ可愛いですよてうんもう気持ちに気自分のづいたというか。気持ちに気づいちゃったんで、はいまあ割となんかそのクールっぽく見え見がちなキャラクターですけど、はい、結構ね根は優しかったりとかそう真面目ですねだったりする。るんで、うん。なんかそういう風なこうなんか自分の中で今この気持ちに素直でいいのかなって思ったらあ割とこうなんだろうな単純にその人としてはい。好きっていう気持ちがうんすごい出てるなって、今日の話数とか特に、いや思いましたねすごい素直ですだよね。ってほっぺたつねってましたよだってあそこがねいやそ前のね。のちゃんと見てたかってあそこいやそこちゃがすごいんと見てて欲しかったんだって。そうでなんか思いますね水木の反応見て見てたよなんかみたいなちょ見てねえじゃねえかー。でほっぺじゃんあれね顔ねその後のうんモキーがめっちゃ可愛かった水木。人生でモキーって言える日来るんだあるんだっていうかねもうむくれざるむくれざるですがむくれざるですからそうですよいやめっちゃ良かったです。なんか結構青春っぽいというか、ねえいわゆるそのとなんかこうなんだろうなストーリーが進むセリフとかじゃなくて、うん本当に日常、うん確かでに。なんか見に来るかとかあーなんかそうういうセリフうんがなんかすごくうん関係値が見えて、はいいやそうなんですよ。見に来るかってねねもうな行くよなんかて政権好きし合ったりとかそうですよさ。し合ってはないあし合ってない俺はしてない一方通行もうか。こちらがそうこちらが一方的に嫌でしょこうそんな二人そうそうせいせいおいせ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 いうんいたせいやばすぎるいやでもあそこもなんか仲いいんだなっていうのが伝わってきて、ねもう確かにもう1年以上経ってますからね、そうです二人は一緒に暮らしてで寮生活ですからやっそうぱり関係値的にうもん進んでて、ある種ね自然だし、でもどんどん仲良くなっていけばいくほどやっぱ中津の心苦しさがね、
こ結構すごい顔してたね、フェンスだっけ。そうですよそうだ何やってんだよ何嫌だよお前らはみたいなね。ねそこは結構ちょっねとジェラシー感じて感じてねますが、はいうんまあでも僕としてはでも見れて嬉しいですよ。あ、トヤ的には。トヤ具体的にはなんか後ろ二で人のわちゃわちゃしてるやつそうなんかいいねーって思いながら僕は見てます。確かにな。しかもその最後のうん聞かねえよがないめっちゃ良かったよねめっちゃめっちゃいいめちゃめちゃいいじゃないですかすごいテストというか、うん本番でやってたのも良かったですね。全部良かったんですよなんかもうちょっとはいやっぱ佐野だし、うんはいなんだろう、そのなんかなんだろう、水木のテンションよりは全然あそのあーついていけねえよ、ーはいはいはいでも楽しんでるうんぐらいの感じでやろうなるかなと思ってやってたんですけど、はいその裏もずっとそう続いてましたよねやってたじゃないですか。ついとか言うからまあそれがちょっとうん使われるか疲れてるかどうかわかんあーないですけど、あれですけどそうずっと続けて収録したんですよ。うんなんかあれの時にはいすごいなんかこうははははってなんか本当にそのあまりにもなんかこう楽しさとはいはいはい静止を感じてしまって、はいだいぶ自分の中でもはいへへ聞かねえよが楽しいってなっちゃっあなるほどて、じゃないその多分繋がんないなってなっちゃって、はいはいでも楽しさがあったんですね。あこの差のこう引き出せたっていうところがやっぱあでもそうですね、それは確かに本当に引き出していただいたいや嬉しいですよすごいと思ますね。いやもう佐野を笑わせたくてしょうがないんでやっぱもう元気になってほしいからいやそうだよね、ねでもいいずっですねとそれ言ってくれてるもんねずっと。やっぱ笑顔にしたいと思ってるんですよ素晴らしいよ。まっすぐなんでなんかいいっすね。ね恋してますね。いやいやでもなんかでもなんかもうお互いにお互いにっていうかもう佐野が結構もうねなんかうんこのムニってやるところでねそれはもう好きやん好きってなんじゃないの？でもなっちゃうよねあれだってされたらだってねこれ好きじゃなかったら逮捕しますよって逮捕しますよ。それこれダメだよ逮捕されちゃうの。逮捕？じゃないですかいやだってほまあまあっぺつねってるんですよはい確かにな好きじゃない人のほっぺつねります確かに。確かにな。はいそれを許すのでもも逆にまたね。まあ好きだしそうまあでもうん男子校だからっていうのはあるからそうそれも思ったんだけど、でも佐野は知ってるかそうなんですよ。そうですよ何してんですかちょっとら。でもまあだからそれはうん結構複雑ではあるよやっぱり。そうですよねどっちとしてっていうのは難しいですよね分かってはいても、うん確かにだってめちゃくちゃクラスにいるわけじゃん普通に。そう見られてるし普通にみたいなのもそうであるしすよねいや普通に男として生活しますうからってんそれはだから本当に確かいやなんか僕うんちょっと二人のシーンで好きなとこあってお発表にしていいですか？させてくださいはいどうぞ何ですかお願いします。でれれ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 でん65カット。ですねあごめんなさい。ドラムロールまでしていただいて。だってそっかなんて面してんだよのだってあんまり佐野がかっこよくっててんてんてん。また私は抜けたことをそこなんだはい。あーまあそうなんだ確かに可愛いね。だってさあんま言わなかったじゃないですか。あんま確かに今まで本人にかっこいいっそうそうて言ったことないかそもうそうそう。言っ確かに。たことないですねそれがあってあまりにもかっこよかったんじゃないかっこいいって言っちゃうっていいんかっこよくてだと思ったし、でもなんか確佐野もまんざらではなくなんかなんかほっぺ赤くしちゃって。確かにちょっと照れてるなんかそうですよまあ多分照れてるから正面じゃなくて隣に座ったんでしょうね。多分ね。多分ね。まあこれは僕の解釈ですけど、いやいいきっとそうですよそうですよ。うんなんか正面だと照れるじゃん多分こういうの。確かにうん。恥ずかしいでもその覗き込むのもちょっとあざとくないですか確かになんかあざ分かってる。きいやでもそうなんか普通にだって上からだって喋ればいいじゃないですかそれは別にそう逆にねめちゃくちゃそうかもしれない。あざといなんかなんかうんって覗き込いつも覗き込んでくれませんか佐野ってあいつもー距離感がちょっといつも覗き込んでくれませんか。佐野ってもしかしていつもなんか覗き込んでくれて私がこう、うんはっってなる瞬間がなんか多い気がしててまあ佐野も身長結構ね比較的高いし。身長じゃないでしょ。じゃあ何ですか先生。先教生えてください。これ身長じゃなかったら何なんですこのか。ですかもうウブでうんそういうの分かってないんすよ。距離とかさ。いやそれ本当現実だったら本当めちゃめちゃ怒られ案件ですよまた逮捕。逮捕しますよマジで本当逮捕でいやでもそういうことだと思うんですよ僕は。うん佐野はなんかそういうの分かってないから確かに慣れてないからなんですよね、近寄っどうちゃう。したってうん言ってるだけだと思う。私水木もこんななんかあざといとか思ってないんでそうなんそうですね。思ってないから多分、そうねあざといとかわかんないと思うんですよ水木もだって本人たちはもうね初めて好きになった確かにねっていうかそのねこんなにこう追いかけてる人うん初めてだと思うから、
その光景が尊いね。でも本当にね、甘酸っぱい感じで、はい、はい第2クールもいや始まりました。嬉しい、はい、本当に。では、コンクールももう終わりどうぞですか？よろしくお願いします。話したいですか？結構話したよ。確かに。はい、ということで、はい、今回のアフレコアフタートーク、はい担当は芦屋瑞希役山根彩と、佐野泉役八代拓と中津修一役豊木久之助の3名でお送りいたしました。うん、次回の探偵は探偵それミステリーじゃないよこれ。一応恋愛ものというか、一応そっち路線で青春が丘でやらせていただいてる。しかも探偵が変わるんだ。その次の犯人がとかじゃなくて、やっぱ佐野は距離感がわからないか分かってら。ないけど確かにな。あの有名なの出すんじゃないよ。やばいやばいやばい。はい危ない危ない。はい。次回の担当ははい誰がやるのでしょうか。お楽しみに。バイバイババイバイ。